こんにちは、シンプルブリューライフの早川です。今日はですね、発酵調味料ひしおの、活用方法第2回目ということで、今日はカレーを作っていきたいと思います。はい、で具材はこんな感じでもう切ってありまして、玉ねぎ大量ですね。玉ねぎと、人参と、にんにく生姜をそれぞれ、みじん切り粗みじん切りにしてあります。で結構ですね、子供でも食べれるような甘いカレーを作ろうと思うので、玉ねぎの量がかなり多めですね。こんな感じで入ってます。淡路産の、大きめの玉ねぎ2個分ぐらいですね入っております。はい、でひしおこちらを、使っていきます。はい、で、あとですね入れていくものは、こういった、トマトピューレですね。こういったものと、あとカレー粉なんですけども、カレー粉は何でもいいんですが、一番スーパーとかで手に入りやすいこの SB の赤缶を使っていきます。はい、で、ちなみにですね鍋は、ビタクラフとオレゴンですね。はい、こんな感じです。で隣で、お米を炊きます。でお米もですね、こういった形で、ガスで炊いていきます。これお米専用の鍋なんですね。はい、ということで作っていきたいと思います。はい、でお野菜なんですけども、切ったものにですね、油を少し入れて、で軽く炒めて、で軽く炒めたらもうあとはですねそのままずっと、玉ねぎ炒め続けるとかめんどくさいので、あとはもう、この蓋をしてしまって、これ無水鍋なので無水調理、していきます。でこれで、弱火にですねかけてだいたい20分ぐらいですかね。するともう全部しんなりして、いい感じになって、で野菜の水分も出てっていうことになるので、もうほったらかしで、野菜に火を通して柔らかくするということをしていきます。はい、こんな感じで、もうほったらかしで、野菜が、柔らかくしっとりして水分もたくさん出てきましたので、ここにお肉を入れていきます。でお肉なんですけども、今日はですねそのひしおを、活用したミンチ肉の、活用みたいなことをやってるんですけども、ミンチ肉でもいいんですが、やっぱりこんな感じで、バラ肉とかを細切りしたものですねを使った方がやっぱり食感とかが美味しいです。なのでミンチ肉使ってもいいんですけども、今回は、豚バラ肉を細切りしたものを入れていきます。でこれ入れたらもうあとはもう少し油を足して炒めて、あと塩コショウして、その後お肉がきちんと炒まったらこれですね、これを投入していきます。はい、こんな感じでですねお肉を入れて軽く炒めて、でそこに、トマトピューレを入れた状態ですね。でちょっと火を通した感じです。で、バターをですね少しここに、今加えました。で、ここにですね、やっと登場するひしおです。はい、ひしおを入れていきます。で入れる量なんですけど結構いっぱい入れます。要はコンソメとかですね、そういったものを使わずにもうひしおだけでカレーに旨味を与えていきますので、結構多めに入れます。こんな感じ。ドボよいしょ、こんな感じ。ドボ結構入れますね。よいしょ、はい、ドボもう1個ぐらいドボッという感じで結構大量に入れます。ちょっと分量的に、この動画では見づらいかもしれないんですけども、これぐらいの、量に対して今ぐらいのひしおって感じですね。適当です。で味を見て、足りないなって思ったら追加したらいいですし、その辺はですねお好みでいろいろ変えていただければいいと思います。で、ひしおを使うと、こんな感じでですねいろんなものを入れなくっても簡単にカレーが作れますよというところですね。美味しいカレーが作れます。もう今入れたものって、刻んだ玉ねぎ、人参、生姜、にんにくと、市販のトマトピューレ
ですね。でそこに塩コショウして、今ちょっと油とバターで炒めてっていう形です。でそこに、お肉ですね入れていきます。お肉も別に好きなものを使っていただければいいと思うんですけども、今日はミンチ肉の活用ということなので、豚バラ肉を、細切りしたものを入れました。はい、でちょっとお肉の量足りないなって感じがするんですけど、実はですねこれ食べる時に、別で焼いたお肉にこれかけて食べたりします。はい、そんな感じでですね、でひし塩を使ってカレーに味付けをします。であとはこれをしばらく煮込んで、その後カレー粉を入れて出来上がりと、ものすごい簡単ですよね。で、最終的にですね、この SB 赤缶を、これもお好みの量ですね。辛いのが好きであればたくさん入れて、そうじゃなければ少し、子供さんがいる家庭だったら、別でちょっとこれを入れるとかですね、していただければいいと思います。で、水分は結構この無水鍋で調理することによって野菜からかなり水分が出てますので、そんなに足す必要はないと思います。ちょっと水分足りないなと思ったらお湯を足せばいいと思うので、こんな感じでですね、ひし塩さえあれば、カレーめちゃくちゃ簡単に作れます。はい、ということで以上です。で、今回はひし塩の活用法第2弾ということで、ひし塩を使ったカレーをご紹介しました。すごく簡単に作れます。でそれ以外のミンチ肉系の料理のひし塩の活用法っていうのはですね、概要欄に載せておりますので、そちらを参考にしていただければなというふうに思います。ということで、今回の動画は以上になります。この動画気に入っていただけましたら、ぜひですねチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。